どうも小屋です。僕は今大分県日田市に来ています。今回はここ日田エリアを1泊2日で満喫する旅を皆さんにお届けしようと思います。で、観光はもちろんなんですけど、以前宿泊した僕のお気に入りの温泉宿である梅響がなんとリニューアルオープンしたみたいなので、九州の中でも本気でおすすめできる生まれ変わった梅響の様子も皆さんにたっぷりとお届けしていきます。それでは行ってみましょう。はい。で、今目の前に広がっているこの川が三隈川という日田市に流れる大きな川ですね。僕は福岡市に住んでるんですけど、今日は福岡から約1時間かけて日田にやってきました。日田市は大分県なんですけど、福岡県と熊本県の県境にあるんで、大分市からよりも福岡市からの方がアクセスがいいと思います。なんで福岡市からは日帰りでも来れちゃうぐらい気軽に訪れられる場所なんですよね。で、こんな感じで川の水の流れがとっても綺麗じゃないですか。日田天領水という全国的にも有名なお水があるぐらいなんで、日田はお水が綺麗なことでもとっても有名です。流れが速いんですけど、下にある岩とかがはっきり見えてるんですよね。いやー、これは素敵だ。こっち側もこんな感じで岩に乗り上げて水しぶきを上げる綺麗な水の流れが見えていますね。今ちょうど7月で真夏にやってきてるんですけど、日田は全国的にも最高気温を記録する暑い場所としても有名です。盆地なんで。でも今日はちょっと今の時間帯曇ってますし、川の近くにいるととっても涼しく感じますね。やっぱ川沿いの散歩は気持ちいいわ。で、ここの三隈川沿いには温泉旅館も左手にいくつか立ち並んでいて、今目の前に見えている大きな建物はカフェルひなの里という、これ以前宿泊したことがあるお宿で、かなりコスパのいいお宿なんでね、ぜひこっちの動画も見てみてください。川沿いでゆっくり温泉旅館でくつろぐという過ごし方もできます。で、川岸にはなんかこう屋形船みたいなのがいくつか止まっているのも見えてると思います。季節限定、日にち限定とは思いますけど、屋形船でお食事をできるツアーなどもあるみたいです。で、右手から歩いてやってきたんですけど、ここ日田は美味しいグルメもいくつかあって、その一つとして鮎の塩焼きですね。川がすぐそこにあるんで、ここのお店は美味しい鮎の定食をいただけるみたいなんですけど、今日は閉まってますね。川沿いから一歩中に入ってきて、これ右手はさっき見てたカフェルひなの里も見えてますし、左手にはそばまんじゅう、なんか和菓子のお店かな。ちょっと温泉街っぽい雰囲気が流れていますね。そんなに旅館の数自体は多くないんですけど、この右手の喜山亭っていうのも結構有名な旅館だと思います。なんかネットで調べる限りだと結構品質も高そうでね、本当にさっき言った通り日田は福岡からひょいと来れる癒しの場所として結構良さげなんですよね。さあ、そして福岡からやってきてもうすぐお昼になるんですけど、日田グルメといえば日田焼きそばですね。早速いただこうと思います。いくつか僕日田で日田焼きそば屋さん行ったことあるんですけど、一番お気に入りのお店にやってきました。三隈飯店。ここの日田焼きそばがうまいんだわ。メニューはこんな感じです。日田焼きそばを食べに来たんで、右手にある焼きそばをいただきます。ラーメンとかも美味しいらしいんですけどね。こんな感じでランチタイムはランチセットあるんで、がっつり行きたい人はこれでもいいかもしれません。はい。で、焼きそば頼んだら一緒についてくるのがこのスープですね。これがめっちゃうまいんですよ。いただきます。まずはこれをいただきます。これが絶品なんだ。この白濁したあっさりの豚骨スープのような風味ですね。程よい塩味があって、中にこのキクラゲも入っていてね、コリコリっとした食感とともに優しい豚骨の味わいが口に広がっていってね、これが焼きそばとめっちゃ合うんですよ。焼きそばもそうだけど、このスープをもう一回飲みに来たくなるんですよね。それぐらいうまい。そして焼きそばがやってきました。これがめっちゃうまいんですよね。お肉とネギとニラと、あとはもやしがたっぷり入ってるのが特徴ですかね。日田焼きそばの。うまそう。はい、じゃあいただきます。いや
れがうまいんだわ。普通の焼きそばよりね、麺がパリッパリッと焼き上げられてるから、パリパリ食感がもうほんと何とも言えないこの食感で楽しめる感じ。そこにネギともやしのシャキシャキの食感もあってね、もうほんと食感が最高だし、食感だけじゃなくてね、味付けもこの麺本来の味をしっかり引き出す程よい中華風の味付けというかね、絶妙なんですよ。普通の焼きそばよりは僕この日田焼きそばの方が好きですね。時折無性に食べたくなる。うまい。はい、で昼ご飯焼きそば食べて、これから豆田町という有名な商店街に行きます。日田で観光といったらここに行かない人はいないだろうというぐらい有名なスポットですね。さあ豆田町向かってますけど、もうすぐ到着かな。なんかこの辺りの道路もすごい綺麗に補正されていて、いい感じの街並みですね。はい、到着しました。駐車場どこにしようかなって考えてたんですけど、こんな感じで豆田西駐車場、無料の駐車場があるっていうのがすごいですよね。観光スポットとして整えられている場所なのに。豆田西駐車場はもうちょっと遠いところで、実際に止めたのはこの市営港町駐車場っていうところでした。今日平日とはいえそんなにガヤガヤした感じがないのでね、全国今どこ行ったってインバウンドのお客さんでごった返してる中、穴場感がいいですね。目の前にはこれ日田の有名な地元の御田焼きのお店もありますね。うわ、この辺はなんか昭和レトロな雰囲気が流れてますね。日立カラーテレビってちょっと昔にタイムスリップしたかのような雰囲気です。これ建物が本当に雰囲気がいいわ。目の前はうなぎのお店がありますね。で、こっちの右手には自家製野菜と家庭料理のお店。新鮮なお野菜を使ったご飯がいただけるおしゃれなカフェじゃないですかこれ。いや、この辺の雰囲気もめっちゃいいな。やっぱり九州の小京都と言われるだけのことはありますね。想像以上にこの辺しっかり補正されていてね、あんまり知名度が全国的には高くないんで、廃れた雰囲気があるんじゃないのかなって思ったんですけど、そんなことは全然ないですね。この辺もお土産売り場がたくさんで、そのまま歩いてくると、ここには天領日田資料館もありますね。日田の歴史とかが気になる人はここの資料館に行くのもよしと。で、この資料館の隣のカフェに行こうと思ってたんですけど、豆田ロールというお店で以前行ったことあってね、ここ美味しいロールケーキいただけるカフェになってて、 Google では営業中って書いてるんですけど、今日は火曜日定休日のようです。残念。でも他にもカフェあるんで他に行ってみよう。で、豆田ロールのカフェが目の前にあって、ここの通りもなかなか雰囲気がいいですね。この小京都っぽい雰囲気が流れています。この辺浴衣着て歩いたりしてもすごい風情が出ていいんじゃないですかね。いや、それにしても本当に観光客はこの平日だとあんまりいないんでね、もう歩きやすいこと歩きやすいこと。焼き物とかお箸とかね、そういった工芸品が御田焼きを中心としてたくさんあったりもするんで、お土産もね、良さげなもの手に入るでしょうし、いい感じのカフェもいくつかあって、ここ以前行こうとして定休日だったところだ。麦屋カフェっていうところで、日田産の柚子胡椒を使った柚子胡椒ソフト、なんかうまそうだな。今日空いてるから行ってみようかな。この外観もちょっと可愛らしい外観で絵になりますよね。はい、お店入ってきて、ランチもこんな感じであるし、今夏なんで季節限定かき氷、あとはこんなバナナのクリームブリュレとかもありますね。めっちゃフォトジェニックじゃん。あとは次のページにフルーツたっぷりのスムージーがあったり、ここにはタピオカ、あとは一般的なコーヒーとかも右手にあります。結構ティーも右手見てわかる通りこだわりがありますね。種類が豊富。カフェだけどお酒もあるし、ちょっと軽食でキーマカレーパンとかもあって、ここには外でも書いてあった柚子胡椒ソフトですね。これは本当にメニュー豊富でいろんな使い方ができるカフェです。はい、そして注文したのが柚子胡椒ソフト。ここでしかいただけなさそうなんでね、頼んでみました。いただきます。どんな味かな。
濃厚なミルクにほんのりと柚子の酸味、すっきりとした風味が漂ってきますね。でそこに柚子胡椒なんでピリッと適度に辛みがあるのがこれやみつきになりそうな味わいです。今まで食べたことがないソフトクリームの味だからこれは試す価値あり。甘みと辛みと酸味が適度に混ざった絶妙な味わいですね。ここにはオーベルジュもありますね。こだわりのお料理をいただける。 Google で見ても結構評価は高いです。で日田がどうしてこんな小京都のような雰囲気漂っているのかというと、江戸時代にはここはとても重要な場所だったんですね。幕府という当時の政府の直轄地、つまり政府に直接管理される土地だったので、日田市は幕府の役人さんがたくさん住んでいて地域の中心として栄えていました。そしてここ日田市の中心豆田町は江戸時代に多くの商人たちが住んでいて商売が盛んだったんですね。今でも当時江戸時代の雰囲気が少し残っているということですね。この目の前にある建物、千屋というお店は美味しいうなぎが食べられるみたいですね。ひつまぶしならぬひたまぶしっていう風に書いてます。でこのひたまぶしの隣の建物、これもなんかすごい歴史を感じる。この辺りの建物では結構高さがある、かなり存在感を放つ建物ですね。なんか特別な歴史的な建造物か何かなんでしょうか。見た感じ商店のような雰囲気です。僕の目は正しかったですね。これ登録有形文化財っていう風に書いてますね。都市景観形成建築物。ちょっと後で調べて何なのかはテロップで書いておきます。ここに書いとるやん。日本丸、日本なんだこれ、豆田の天守閣っていう風に書いてますね。上に登ったらいい景色望めんのかな。ちょっと登ってみるか。いいですね。350円払って中に入ってきました。こんな感じで昭和30年代まで実際に使われていた台所という風に書いてますね。いやー、これまたレトロな雰囲気を感じることができる。本当に当時のものをそのままこうやって残してるっていうことでね、こういう風景を見るとやっぱり日田は歴史ある街なんだなっていうのをひしひしと感じられますよね。今の時代では見たことのない道具ばっかり置かれてます。わあ、戦後の炊飯器とか、これ日立が作ったやつなんですね。今の時代でも別にこれでも全然十分に生きていけそうなぐらいね、上等な感じはしますけど。そして階段で上に登っていくことができるっぽいですね。この辺りの階段も隣のトトロで出てきそうなね、真っ黒クロスケが出てきそうな急な階段ですよ。うわー、すごいカルピス。こののれんもめちゃくちゃレトロ感ありますね。この天井の低い感じとかね、昭和の昔の建物なんだなっていうのがよくわかる作りになってます。これすごいな。保存亀めちゃくちゃでかいわ。もう丸型の日本丸っていう風に大きなボールがこれ蓋になってるんですね。最近クルーズ船乗った僕としては日本丸って読んじゃいそうなんですけど、日本丸っていう風に読む薬のようです。ご年配の方はこういう景色を見て懐かしむことができるでしょうし、若い方は昔はこういうのがあったんだなっていう風に新しい発見があって面白いですね。温度計もこれ懐かしいな。暑い暑い夏の日だ。今は33度。まだこれぐらいだったらマシですね。ちょっと横に外れたところにはこんな上等なお部屋がありますね。うわ、すごいなこれ。壁がちょっとゴールドっぽく輝いてるっていうかね、でもこれ当時のものがそのまま残されているっていうことなんでしょうかね。いやー、めちゃくちゃいい雰囲気漂ってますね。こういう旅館があったら人気が出そうな雰囲気が漂っていますけどね。日田はあんまり高い建物がないんで、こうやって3階まで来るだけでかなり見晴らしが良くて、奥の山の景色まで見えていますよね。で、さらに上に登ってきて展望台があるみたいです。これはいいじゃないですか。左右に日田の街の景色が広がっていて、こっち側は町側ではなく山側の景色になりますかね。で、反対側に街の景色が
確かにこの辺りの屋根の瓦の雰囲気を見ていると、僕がいる一帯のエリアは昔にタイムスリップしたかのような雰囲気が漂ってるんですけど、奥の方には近代的な建物、商業施設がたくさんあることがよくわかりますね、ここから見ると。見た感じこの辺で一番高い建物になるのかな。多分4階ぐらいの高さがあると思うんで、あそこ右奥にもちょっと高い建物がありますけどね。そして今の建物の目の前には天領町の駅っていうのがありますね。道の駅じゃなくて町の駅っていう珍しい命名ですけど、ここにも地元の工芸品や名産品がたくさん販売されています。この辺はこれから行く梅響がある大山町の梅とかね、また柑橘系の栽培も盛んなんで、柚子胡椒とかが置かれていたり、大分の郷土料理団子汁とかがありますね。これ面白い。さっき食べた日田焼きそばのかりんとう。大分といえばかぼすですね。かぼすジュースとか、柚子とか、これはつぶらなシリーズだ。つぶらな桃とかあんま見たことないな。かぼすと乳酸菌、これも初めて見るつぶらなシリーズ。僕がいつも飲んでるのはこのかぼすですね。この辺の甘酒とかもめちゃくちゃ気になるな。大分らしいこの唐揚げの素とか琉球のタレとかニラ豚のタレとかね、皆さん知ってますか？郷土料理ニラ豚。そして日田焼きそばも売ってますね。はい、でもうちょっと豆田町ゆっくり食べ歩きとかしてもよかったんですけど、今日は梅響結構いいお宿に泊まるんで、早めに行かないとねもったいないんで、梅響に向かおうと思います。この辺のレストランも美味しそうなところがありますね。左手も歴史ある建物の中に洋館和菓子屋さんです。その隣のこの手作りおはぎとかも気になるな。こんな感じで食べ歩きできそうなところがたくさんあります。ここはたくさんのお酒、大分県は日本酒も焼酎も美味しいものがたくさん揃ってますからね。ここでお土産も買えそう。右手にはまたこれ立派な建物で薬局屋さんがありますね。ほんの1時間ぐらいでしたけど、こんな感じで贅沢にいろいろ巡ることができましたね。ゆっくり巡るんだったら2時間から3時間ぐらいは欲しいかなっていう感じでは、日田の市街地を出てこれからお楽しみの温泉宿奥日田温泉梅響に向かいます。ちなみに今右手に札幌ビールの看板がありますが、ここ日田市は美味しい水があるということで大きなビール工場もあるんですね。このビール工場ではビールを飲むことができるのはもちろん、工場見学やバーベキューも楽しめるようです。梅響へは日田の街中から車で約20分、日田駅から無料送迎も行っているので、車がない場合でも気軽に訪れられます。市街地から南東へ車を走らせて、美しい渓谷美と自然豊かな風景のある大山町という場所にあります。はい、到着しました。奥日田温泉梅響ですね。お気に入りのお宿に帰ってきました。で、これ今目の前に見えているのが梅酒造大山といってショップになってるんですよね。ここもね、とっても品揃えが良くて、大分のお土産品、そしてここ日田の梅を中心としたお土産がたくさんあるので、後で見てみます。お宿はこっちまっすぐ降りていったところですね。で、降りていったところ、この先は宿泊者専用の駐車場が奥にあるので、宿泊する方以外は車で来ることはできません。で、日帰り湯もここはやってるんで、後ろに駐車場があるんで、そこに止めて、ここから日帰り湯は利用できます。この先が大浴場ってことですね。で、下っていって、左手に駐車場があるんですけど、ここの、おっと、あれ、知り合いが出てきた。あれ今日ここ宿泊なんですか？はい。モーリーさん。はい。マジですか？なんかリニューアルして今回来たんですけど、いや、まさかの被りました。とか言ってね、はい、誘ったんですけど。はい、ということでね、いきなりぱったりとモーリーさんと出会っちゃったんですけど、ここがメインエントランスですね。梅響って書いている通り。で、ここからフロントに行くわけなんですけど、この先に宿泊棟が1個あって、こっちの左手にも塔があります。で、ここ橋で繋がれているのがわかりますよね。真ん中。この左手にあるのが、今回こっちのお部屋に泊まるんですけどね、大宿という建物がズドンと存在感ありますが、建っています。いや、ここの雰囲気好きですね。
では中に入っていきます。ここ奥日田温泉梅響は2017年に開業した比較的新しいお宿です。お宿のある大山町は響渓谷と梅に恵まれた景勝地で、温泉に入りながら望む渓谷の絶景と地元の特産品である梅を前面に押し出した内装サービスは他では味わうことができない唯一無二の極上体験です。先人が作り上げてきたその土地の文化や資源、思いを大切にしながらも新しいニーズも取り入れてそれらをお宿で表現しているのは本当に素晴らしいと思います。まずエントランス入って、ここで靴を脱いでセミプライベート空間になります。左手にレセプションがありますね。で、レセプションがあって、こっちの右手にも客室棟があるんですけど、今回宿泊するのはこっち側の大宿の棟ですね。で、そっちに向かう途中にラウンジがあるんですよね。東五郎、ここもなかなか良くてですね、ここ入ったところにくつろぎのラウンジスペース、この辺りも落ち着いたトーンでありながらも洗練されたラグジュアリーな空間になってますよね。で、左手にある一枚板のバーカウンターでは夜梅を使ったオリジナルのカクテルとかをいただくことができるんでね。いや、前回飲んだカクテルもめっちゃ美味しかったから今日もぜひ飲んでみようかな。で、この辺りにはコーヒーやお茶などの無料サービスも置かれていますね。このジェラートもね、結構売りにしているみたいで、ここのラウンジでいただくことができるんですね。大山の梅を使ったものとかね、国東、豊後高田、木付、大分ならではのフレーバーが揃ってます。で、ちなみにラウンジのエリアにはシガールームがこんな感じでありましたね。なんで愛煙家の方もこの中で楽しむことができます。はい、そして客室に向かいますね。別邸大宿、ここの組子細工の扉も素敵ですよね。で、入ってこの先には太鼓橋ですね。いやー、この橋を渡って客室に向かう感じもね、本当に特別感があって好きなんですよね。で、この辺はなんか上質なアロマの香りも漂ってめちゃくちゃいい匂いがするんですよ。で、この橋を渡ってカードキーを、これ反応したのかな、多分何かで勝手に開きましたね、扉が。で、入ったところ、これ右手にいろんな枕が置かれてるんですけど、これ好きなものを自分好みのやつを選んで客室に持って行っていいみたいです。で、この左手には梅の花の形の窓がついていて、この辺も本当に梅を全面に表現した素敵なデザインになってるんですよね。上の方までも照明がついてます。で、ここの梅響はこんな感じで客室タイプがいくつかあって、今回僕が宿泊するのは別邸大宿デラックスというお部屋です。他の客室タイプも気になるよって方は前回の動画では事細かにルームツアーやってるんで、そっちも見てみてください。ここの通路にも素敵な窓があって、今回はここですね、201号室に泊まります。はい、ではお部屋の中入ります。鍵はこんな感じで首からかけられるやつになってますね。この入り口の大宿っていう書かれているこれもね、高級感がすごいありますね。では入ります。2回目ではあるんですけど、お気に入りのお宿なんで、やっぱりこれお部屋に入るときはテンションが上がりますね。そしてまず入ってきて、ここ右手が寝室のエリアになってますね。この辺にも組子細工が使われていて、天井はまん丸に切り抜かれていて、まるで月を連想させるような雰囲気でね、とっても上質な空間になっています。で、ここの壁にもずらーっと素敵なアートが描かれていて、もうこのお部屋に入ってきた瞬間に完全なる非日常空間に導いてくれますよね。で、このお宿はハード面も本当にしっかりしていて、この辺の枕元にはスイッチとかコンセントも過不足なく、読書ライトとかもついていますし、ここにもコンセント右下ありますね。で、これがデスクになるんですけど、開けることができて、こんな感じで化粧台に様変わりするわけです。
この中にもこの梅のお花のアートが置かれていて、細部までこだわっているのがよくわかりますよね。はい、で、下に椅子があって、引き出し、ここには拡大鏡がありますね。で、こっちにももう一つの化粧台。中のアートもこれちょっと違いますね。そして、この辺にはエアコンのスイッチ。すごい。カーテンもこれ自動かな、押すと。素晴らしいですね。高級宿だったらやっぱりこの自動カーテンが欲しいですね。そしてリビングスペースは畳になっていて、足触りがいいですね。そしてこの足を思いっきり伸ばしてくつろぐことができる快適なソファーです。で、このデスクの形もなんかすごい変わった形をしていて面白いですよね。この下にあるちっちゃな丸テーブルとかね、あんまり見ない形です。で、ここには館内案内とウェルカムスナックですね。梅響って書いてますけど、自家製の焼きまんじゅうがあります。そして正面です。これが仕切りがあるんですけど、これを開けてみると、はい、こんな感じで日常を忘れさせるためにテレビは一応隠せるようになってるっていうことですね。で、下には Bluetooth のスピーカーがあります。さあ、そしてテラスに出てみましょうかね。この先が、ここが本当に素晴らしい空間になっていて、見てください。この客室露天風呂の雰囲気が本当に最高ですね。お風呂に浸かりながら目の前に響渓谷の絶景が広がるわけですね。大浴場とかこの後紹介するサウナラウンジだとあそこの岩肌むき出しの響渓谷が見えるんですけど、こっちの客室側はちょっと下に川が見えていたり、こっちはこっちでね、左奥に大山町の街中の景色が見えるんですよね。この山に囲まれてくぼんだ位置にある自然あふれる街並みがよく見えます。これも2回目だけどやっぱり感動的な素晴らしい景色だ。温泉はこれ広々していて大人2人でも一緒に入ることができるぐらいの浴槽のサイズ感ですね。で、贅沢にこの外テラスにも大きなくつろぎのチェアが置かれてるっていうのも素晴らしいですね。なんでお風呂に入っててちょっと暑くて体を冷ましたいなって思うときはここに腰掛けて素敵な景色を望みながらゆっくりできるということです。はい、そしてもう一回客室の中に戻ってきて細かいところを見ていこうかな。こっちのまず右手水回りのスペースには贅沢にもここに洗面台が2つあって快適に過ごせそうですね。この取っ手の部分も梅を連想させるようなこだわりの作りになってます。で、下にはタオルですね。これも確か今治製のタオルが使われてるんじゃなかったかな。で、ドライヤーはここにダイソン製のものが置かれていますね。そしてここを開けるとアメニティですね。今回は男の宿泊ということでメンズのアメニティが各種置かれてる感じかな。髭剃りとか櫛、歯ブラシ、ボディタオルでフェイシャルマスクも置かれてますね。あとはシェービングジェルやすごいですね。これデタイユラメゾンパリのシャンプー、コンディショナー、ボディーソープのミニボトルタイプがあります。はい、そして反対側にタオル掛けがあって、この先に、インルームにシャワーがついていて、ハンドシャワーもヘッドシャワーも両方あって、内風呂もこんな感じでついてるんですよね。確か内風呂もこれ温泉が出ると思いますし、ジャグジー風呂になってるんで、露天風呂とはまた違うタイプのお風呂を楽しめるということです。アメニティもこんな感じであります。アメニティはこれアグラリアですね。どっかで見たことあるメーカーのやつだ。そしてもう一回この通路に戻ってきて、まず一つ目の扉を開けると、ここがクローゼットですね。上にハンガーと、あとはこの便利そうな大浴場とかに持っていけるミニバッグがあって、消臭スプレーやブラシもあります。で、この左手には上下タイプのちょっと梅を連想させる色合いの館内着ですね。これめちゃくちゃ着心地良かったな。前回着た時も。で、小さな袋と靴下もあって、で、下にセキュリティボックス。
そしてもう一つ扉があります。ここが、また綺麗に整えられていますね。真ん中にこれ、梅のマークが入ったグラスがあって、隣には湯飲み、こっちにも梅のマークが入っていて、左手にあるコーヒーカップにも梅のデザイン。そして下にはコーヒーマシーンがあって、梅響き、梅昆布茶ですね。こっちには福岡のやめ茶もあって、で、この蓋を開けると、ここはあれか、お茶のパックとかを捨てる箱ですね。で、日田天領水も置かれていますね。で、ここにもシンクがあるっていうね。コーヒーやティーを快適に作れて、そして下には、これすごいな、ワインを入れることができまして、こっちの左手の冷蔵庫には、はい、この中のドリンクはすべてインクルーシブサービスです。つぶらなシリーズの日田らしくスリスリなしがあって、スパークリングの梅酒と柚子蜂蜜スパークリング、そしてプレミアム恵比寿にウェルカムドリンクとして自家製のこの完熟梅ビブラート。これもめっちゃうまいんだよな。後でいただこう。で、最後に玄関横の扉。この先にこんな感じでトイレがあります。トイレにもシンクがついてます。はい、では今日はここで一泊です。前回泊まった時にこの客室がいいかなっていうふうに思ったお部屋を予約したんで、念願かなってね、今日はこのお部屋でゆっくりと過ごそうと思います。2回目ですけどやっぱお気に入りのお宿はね、テンション上がりますよ。で、この客室、料金なんですけど、2名1室2食付きで、早割とかを使えば、8万円台後半から宿泊することができます。1人当たり4万円台ですかね。で、最もリーズナブルな客室タイプであれば、2名1室2食付きで、7万円台1人当たり3万円台から泊まることができます。はい、じゃあこの後は冷蔵庫の中にあるウェルカムドリンクをいただいて、その後大浴場と新しくできたサウナラウンジを皆さんにもお見せしたいと思います。いや、それも楽しみですね。はい、じゃあウェルカムドリンクいただきます。完熟梅。いただきます。これがめちゃくちゃうまいわ。梅の濃厚な甘みと酸味もしっかり効いているんでね。もう梅本来の甘みと酸味両方一緒にたっぷりと味わうことができる。梅の名産地なだけあって、品質が本当に高い濃厚な味わい。茶菓子もいただきましょうか。これも可愛らしく梅響きのロゴが入ってますね。これ、なんか普通に博多通りもんのような、この中にあんのようなものが詰まった饅頭かと思ったんですけど、これにも梅が使われてますね。梅のペースト。だからこれも甘いだけじゃなくて、ほんのり酸味が漂う饅頭になってます。でも本当にこういう細かいドリンクとかお菓子のサービスでも全て自家製のものが使われていて、ここでしか味わえないものだらけだからね、やっぱいいですよ、この宿は。よし、じゃあ大浴場とサウナラウンジの方にも行ってみようか。はい、では大浴場と新しく誕生リニューアルしたサウナラウンジを見に行ってみようと思います。こっちのフロント横から抜けていく感じですね。この辺りの大浴場へと続く道もとっても絵になる空間になってますよね。これとかね、木で包み込んだ照明で日田らしいこの森のぬくもりを感じられるような作りになって、でここが夕朝食をいただくことができるレストラン会場ですね。これ場所知らなかったらここが扉ってわからないぐらいなんかすごいアーティスティックな作りになってますね。で、このエレベーターで上の階に行って大浴場に行きます。で、エレベーター横の階段もこんな感じで照明がかなりこだわりある作りになっているんですよね。で、抜けていくとこんな場所があって、今ちょっとリニューアル中なんで仮設でこのキッズルーム、キッズスペースのような場所がありますけどね、もう皆さんが泊まるときには本来のキッズスペースはこの向こう側にあるんでね、ここはもうちょっと広々とした空間になっていると思います。この目の前には梅の各種名前がいろいろ書かれてますね。そしてこの先の通り、この大浴場へと続く道の途中にもこんな感じで
日田の歴史や魅力の説明が壁に書かれていて、これを見て日田の魅力を感じながら大浴場へと向かうことができるということです。で、ここの左手に緑峰という一つ目の大浴場があるので、ここ行ってみます。ここが脱衣スペースですね。鍵付きで広々とした空間になっていて、で、こっちが洗面台で、ドライヤーもね、もちろんあります。パナソニックのものがあって、で、ここにちょこんと隠れたところにマッサージチェアもありますね。お風呂上がりにゆっくりくつろげます。で、タオルもミニタオルが置かれています。そして浴室入ると、入ったところかけ湯で、左手にはシャワー、体を洗うスペースがあって、この辺りは特に大きくリニューアル前と変わってるという感じはないんですけど、細かいところで修復されていて、広々とした宇宙が広がってます。こっち側にはぬる湯と水風呂があって、大浴場にもこんな感じでサウナがあります。広々とした空間です。そしてこっちの右手から露天風呂に出ることができます。この辺の広々スペースも以前はなかったような気がしますね。で、出たところ、うわ、これは素晴らしい。目の前にズドンとこれ響渓谷岩肌むき出しの絶景が飛び込んでくるんですけど、ここにこの椅子とテーブルは以前なかったと思うんで、ここはリニューアルされた部分でありますね。温泉入ってちょっと体冷ましたい時にこの素晴らしい景色を眺めながらゆっくりとここに腰掛けてくつろぐことができるっていうことですね。いや、これはいいね。で、こっち左手に岩風呂で露天風呂がありますね。この浴槽自体は以前からあった浴槽になりますね。ここも浸かりながら響渓谷見ることができて、こっちの左手には寝湯があるんですよね。これもいいんですよ。ここに完全にダラーンと体を寝かせて、目の前にこの素晴らしい渓谷の緑の絶景をゆっくりと眺めることができるっていうことですね。いや、この温泉に浸かることもここ梅秀樹の醍醐味の一つですね。で、ここもリニューアルされて新しくできました岩盤浴ですね。こっちの左手から入っていって、目の前にはこれ岩盤浴用のウェアが置かれていますね。タオルと。で、こっちから岩盤浴の入り方かな、書いてくれていて、この中が岩盤浴スペースで、右手には横になって寝ることができる椅子が3台あって、そしてこっちにはちょっと上体を起こしてゆっくりすることができる椅子が1、2、3、4台、合計7台こんな感じでありますね。で、どこに腰掛けてもこっち側の響渓谷の緑の景色を望むことができるようになってます。これ手前側にお庭があって、その奥に岩肌むき出しの渓谷が見えているっていう感じですね。で、奥まで来ると、この辺りがこんな感じで湯上がりスペースになってるんですよね。照明もすごいデザイン性が高いですね。で、この奥にもう一つの大浴場がありますね。青軸男湯って書いてますけど、これはだから日替わりなんで、明日になったら男女入れ替わります。さっきの大浴場と。で、こっちの青軸には活板浴という設備があって、ここも宿泊の方は無料で、目の前には活板浴用のウェアが準備されています。そしてここに活板浴の入り方って書いてますが、この扉の先にこんな感じで広々活板浴スペースがあるんですね。岩盤浴はよく聞きますけど、活板浴ってあんまり聞いたことない人も多いんじゃないですかね。室温が42度から43度ぐらいで、湿度が 25%、暑すぎないんでね、高温サウナみたいに息苦しさとか不快感を感じることがないので、サウナが苦手な人とかはリラックスしてくつろぐことができると思います。で、セラミックボールがこれ敷き詰められているんですよね。こんな感じで。これがミネラル豊富な鉱石を砕いて土のボール状にしたものになっていて、マイナスイオンが発せられていて、全身から汗が噴き出し、老廃物の排出を促してくれます。
や、ほんといろんな過ごし方をしてくつろげますね、このお宿は。はい、そして脱衣スペースマッサージチェアもあって、こっち側から浴室に入っていきます。浴室の中はさっきの大浴場と、同じような作りではありますね。広々とした宇宙が目の前にあって、こっち側にはぬる湯、そして水風呂ね、まだ今ちょっと張ってる途中なんですけど、体を洗うスペースで、目の前には高温サウナもこんな感じであります。広々空間。そしてこっち側、露天へと向かうところなんですけど、ここがまた面白いスペースになっていて、この目の前が渓谷、滝とかを連想させているんですかね。何分かに1回にミストがシュワーッと湧き出てくるみたいなんですけど、それがこの響渓谷に時折朝に現れる朝もやをイメージしたものというふうに言っていましたね。で、外に出て、こんな感じでさっきと同じようにテラスでゆっくりくつろぐことができるエリアがあって、右手には大きな岩風呂、大浴場があります。勢いよく温泉出てきていますね。で、ここには残念ながらこの寝湯はないのでね、寝湯はさっきの大浴場で楽しんでくださいということです。さあ、そしてサウナラウンジにやってきました。新しくできた紅鶴っていう風に書いてますね。ここにカードキーをタッチしたら入ることができます。入った瞬間、すごいなこれ。ヒノキの間にこのカラフルな縦線が入った感じ。シンプルでありながらも来た人を楽しませてくれる色使いですね。で、サウナラウンジは3種類あるんですけど、今回僕が使うのはここですかね。蝶の羽重ね。じゃあ中に入ってみます。まずは入ったらすごいヒノキのいい香りが漂ってくるわ。できたばっかりだから。この地面もちょっとカラフルなトーンになっていて、まずこれ梅響のロゴ付きのサウナハットと、これがサウナウェアですね。これは異性と来ても友達同士でもね、気兼ねなくこういうウェアがあると入ることができますよね。で、入ると、うわ、すごいな、この空間。めちゃくちゃ広いわ。まずこれ、右手にお休みどころと言うべきかね。もう一つの部屋と言っていいぐらいの広々、リビングのようなスペースがあるんですよ。このヨギボーのようなソファーがあって、ここでゆっくり休憩もできるようになっていて、目の前には Bluetooth のスピーカー付きのテレビありますね。このテレビの上も梅の感じのデザインですかね。すごい可愛らしいな。なんかこの子供も喜びそうな顔のようなデザイン性もありますけどね。そしてこっちですよ。振り返ったところには大きな水風呂があります。これは広い。大人3人でも一緒にこれ入ることができるぐらいの広々とした水風呂になっています。そしてこれすごくないですか？ロウリュですかね。アロマがここに置かれていて、これに入れて水と混ぜてから使うんでしょうね。で、2種類の香りが楽しめるようになっていて、これは中津の森と人とという会社で作ってもらったアロマオイルを使っているっていう風に言ってました。この辺りまでこだわってます。で、このお水はこの辺り響渓谷日田の地下水をそのまま利用してるっていう風に言っていましたね。このちょろちょろと流れてくる音がいいじゃないですか。で、隣にはシャワーがありますね。ヘッドシャワーがこんな感じであって、アメニティもこれレタユラメゾンのものが取り揃えられてます。そしてサウナ室を中入ってみると、うわー、これはすごい、湯気がやばい。ここのサウナラウンジはこんな感じでちょっと横になってくつろぐことができるスペースが目の前あるんですよね。で、真ん中にはロウリュができるエリアがあって、こっち側には一般的な椅子がありますね。いやー、しっかり暖かさも保っていていい感じだ。これ入るの楽しみ。そしてここにお好みの温度を設定できるんですよね。70度から95度の間まで。照明もね、細かく調節できるようになってます。で、ここには
洗面台がついていますね。この辺にはアメニティがお部屋と同じように揃っていて、鏡もこっちの左手までありますね。で、ドライヤーはこれ、リーファのものが使われてますね。風力十分。ブラックのかっこいいな、リーファ。白いのは見たことあるけど、黒初めて見た。家に欲しい。で、この下ですね。ここには各種アメニティがこんな感じで揃っていて、下にも、すごい。これ、コップもね、浸すぎを使っているこだわりのものですね。で、このお皿とかも、温太焼きですよね。下の焼き物が使われていて、ここにあるものもすべてオールインクルーシブでいただくことができるようです。この2つもヒータならではのこの燻製のナッツとドライフルーツがありますね。で、下には各種タオルがあって、なんと冷蔵庫の中のドリンクもオールインクルーシブになってます。ヒタ天領水、塩とカボス。で、ヒタらしい梨のサイダーと、これはレモン水ですかね。いやー、サウナだったらね、水分補給大事なんで、しっかり水分も取れて、ヒタらしさも味わえるドリンクが置かれている。これはいい。で、上には冷凍庫で、すごい。冷凍庫の中にも、こんな感じ。これはアイスキャンディーかな。これも置いた湯布院のアイスキャンディー、チョコレートとパイン味があります。さらには、これ、はっちゃんの無缶ですね。みかんをこれ冷凍させてシャリシャリになった。これ、僕も学校の給食とかでね、置いたですけど、出てきたことがあってうまいんですよね。いや、もうこれは贅沢すぎるサウナ空間だ。今までのお宿でこんな施設なかったからね、めっちゃ楽しみだ。さらに、こっちにはテラス。テラスも雰囲気めっちゃいい。まずこの左手に椅子が置かれていって、パラソルもありますし、ここには横になってくつろげるリクライニングチェアですよ。そして、ここからの景色も最高ですね。目の前、ズドンと岩肌むき出しの響き渓谷を望むことができます。で、客室とさっき言ったようにね、景色が違うんで、このサウナラウンジをもう一つの客室として、異なる景観も楽しむことができるっていうのは最高ですね。はい、でせっかくなんでね、もう2つ見てみましょうか。この陽気比っていうところ。設備自体は同じなんですけど、間取りがちょっと違うみたいです。入ったらサウナハットとサウナウェアがあって、ここ入ったところに洗面台。で、左手にテレビがあって、こっち側に横長で広々スペースになってるんですね。目の前に水風呂。さっきよりちょっと小ぶりの水風呂にはなっていますかね。さっきの方が少し値段的には高い金額、5000円ぐらい追加で払う必要があるんで、当然ですけどね。で、ここのサウナルームは、こんな感じで2つ椅子が並んでいる感じですね。で、テラスはさっきと同じように広々空間になってます。そしてもう一つ、3つ目のマイ扇というところですね。ここも入るとサウナハットウェア、そしてここに、水風呂ですね。さっき見たサウナラウンジと同じぐらいの広さになるのかな。で、シャワーが右手についていて、サウナルームが目の前。はい、サウナルームはこんな感じで奥の方に椅子が続いてます。はい。で、リビングもこんな感じで広々です。3つの中では一番コンパクトなサイズにはなるんですけども、これで正直2名の資格だったら十分な広さですよ。ちょっとテレビの上のデザインは違いますけど、この下も畳のような足触りのいい感じになっていて、いやー、サウナラウンジこれ想像以上に快適そうですね。ほんと。最近僕サウナにハマりつつあるんで、この設備はほんとめちゃくちゃ嬉しいです。で、下げたがあるテラスの空間も出てみると、ここもちょっとさっきよりはコンパクトですけど、景色は全く一緒なんでね。いや、何度見ても素晴らしい、この響き渓谷の景色。はい。じゃあ、まずは、客室露天風呂に入りましょうかね。ここで、ゆっくりと温泉に癒されて、その後、サウナラウンジにも行きます。いやー、これもほんと最高に気持ちが
いいですね。ここはもうね、湯加減が完璧ですね。今、真夏で結構外の気温が高くなって暑いんで、あんまり暑すぎる温泉だったらもうすぐに出ちゃいたくなると思うんですけど、これ少しぬるめに設定されてるんで、入った瞬間にうわー暑いなーじゃなくても、これだったら夏でもずっと使ってられるくらいの快適な温度設定だなっていうのはね、びっくりしましたね。多分お客さんの意見とかを聞き入れて快適な温度設定に調節してくれていると思うんですよね。この辺の細かいところの配慮もね、本当に素晴らしいお宿なんですよ。泉質は単純泉で硫黄の匂いとかがするわけではないんですけど、お肌に優しく長湯も楽しめて、何よりもこの左手に見えている景色が本当に素晴らしいんで、もうこの景色を見ながらずーっと温泉に浸かっていたいですよね。で、これ水面に反射する青空と雲もとっても綺麗じゃないですか。なんて素晴らしい雰囲気のお風呂なんだ、これは。今日も来てよかったと思えるわ、このお風呂に入った瞬間。で、ちょっと暑くなったら、こんな感じで、立ち上がったら涼しい風が体に吹きつけてきますし、より綺麗に響渓谷、緑の雄大な山々の景色を望むことができます。最高。はい、そして冷蔵庫の中にあったつぶらなシリーズスリスリなしいただきます。いただきます。いやー、これめっちゃうまいな。これもね、相当久しぶりに飲んだんですけど、この梨の果肉がぎっしりと入っててたまんないっすね。つぶらなかぼすもうまいんですけど、この梨、個人的に一番好きかもしれない。みずみずしさがたまんないですね。やっぱさすがここ日田はね、梨の名産なんで、こういうドリンク飲みたくなりますよね。はい、そしてやってきました。次はここです。もう一つの客室、サウナラウンジです。今日はもうここで整いに来たと言っても過言ではないですからね。では行っちゃいましょう。サウナウェアに着替えます。よいしょ。よし、いい感じじゃないですか。これで整うぞ。さあ入りますよ。おお、今90度以上に設定してるから中めちゃくちゃ熱くなってる。これは最高だわ。そしてロウリュいきましょうかね。今作ったばっかりのこのアロマロウリュでいきます。めっちゃいい感じだこれ。ちょっと柑橘系のカボスの上質な香りがこのサウナ室に漂ってきますね。いや、最高すぎるこれは。いやー、ちゃんとこのホテルのサウナで高温になるのが素晴らしい。いやー、これだけ汗がたっぷり出てくるんでね、やっぱ水分補給ちゃんとしないと。冷蔵庫にいくらでもありますからね。これが塩とカボスです。大分名産カボス。これはドリンクが進む。サウナの施設だったらお水のサービスとかだったらね、置いてる施設はたくさんあると思うんですけど、こうやって塩分もあって美味しく水分補給ができるっていうのは最高だな、マジで。肉刺しユーザーさんにロールしてもらってます。一緒にしてます。肉刺しロールしてます。ヒルトンで一緒と待ってます。いや、ちょっともう無理ですね、これ。限界してですか。9分までなんですよ。9分9までです。この時計、はい、あとどれぐらい？あと1分半。あと1分半です。これで何分で15分。15分僕さっき向こうの部屋で7173の法則って言って7分がいいですよって言ったんですけど、はい、倍じゃないですか。7分は岩盤浴なんでサウナではないですね。ストイックユーザーです。はい、マジですか。最低12は行きたいです。これ水分補給はどうなんですか。この暑い間はしない方がいいですか。基本しない方が。しない方がいい。もうずっと全部しない方がいいとかないでしょ。全部間違えた。絶対した方がいいでしょ。これ入る前に飲んどくんですか。健康のためとかじゃなくて、サウナを楽しむためにはしない方がいい。健康のためには飲んだ方がいい。健康のためには飲んだ方がいいですけど、健康はどうでもいいじゃないですか。らしいです。皆さんどっちを取るか。ストイックに追い込むかって。健康を大切にする。
いやでもこれでいいっすよね。なんかその貸し切りやから、こうやって仲間内で、もうめっちゃベラベラ喋ってても絶対誰も来ないじゃん。確かに楽ですよね。喋りながら行ける。めちゃくちゃいい。普通サウナとかやったらなんかめっちゃ喋ってても急におっちゃん入ってきたらもうなんかこう何も喋ってなかったりするみたいな。あるあるじゃん。目力とか言われるんですよ。はい。今ちょっと12いっちゃいましたね。顔いこう。これみんなで早くしたいのか。無理なやるもんじゃないんです。ちょっと無理があるやつ違いね。自分家で食べよう。ちょっとって入ってます。流行ってる。全然流行ってないですよ。誰も言わない。いや俺岩井さんにどっか行こうっていう時にちょっといいですよ。ちょっと出しますめっちゃ出してもらってます。そしてサウナ上がりに無感いただきます。いやー、夏のサウナ、外気浴が本当に気持ちがいいし、風呂上がりにこのフローズンのフルーツを食べられるっていうのは最高だ。まあ懐かしいな、この感覚。ザックザクのこの氷のようなアイスで、中にこのみかんの果肉がジュワッと出てくる感じが。サウナラウンジも想像以上に気持ちよすぎますね。これは梅響に来た時は皆さんにも全力でお勧めしたい。間違いなくここでしか味わえない極上体験が待ってますね。日頃の疲れを吹き飛ばす。はい、席に着いて、ここ左手にメニュー表が並んでいます。いや、事細かにこれ品の説明がしっかり書かれていますね。わかりやすく。はい、で、飲み物のメニュー表なんですけど、開けると、まず1ページ目。梅酒造大山で作られた梅酒が上から下までずらりと並んでいますね。右手には自社工場生産で和紅茶の梅酒とかかぼす梅酒とかブルーベリー梅酒、スパークリングカクテル、柚子酒も一番下にありますね。で、次のページにビール。これさっき紹介した札幌ビールの日田工場で作られたものをいただけるんですね。で、黒ラベルとかノンアルコールもありますし、下には焼酎も、これも日田地元の焼酎がありますね。で、右上まで焼酎が続いていて、日本酒もこの辺り福岡、大分、佐賀、九州の日本酒が多数取り揃えられています。で、次のページにはスパークリングワイン、赤ワイン、白ワイン、ウイスキーも右手にありますね。最後のページにソフトドリンク、つぶらなカボス、すりすり梨とかもあって、佐賀のこれ、柚子泡もありますね。有名なやつ。こんな感じでソフトドリンクも充実してます。一番下はウェルカムドリンクでもあったビブラートですね。それでは一番最初にですね、食前酒の方からご案内させていただきます。右手にございます背の低いグラス。こちらが1年ほどの大山でございます。こちら1年ほどでしてアルコール度数 12% となっております。また左手にございます背の高いグラス。こちらが3年ものの熟成夢響でございます。こちらアルコール度数が 20% と高くなっておりますので、ごゆっくりお召し上がりくださいませ。また一番右手にございます白い器。こちらが夏野菜のワインテリーヌでございます。こちら右下にレモンのサワークリームついておりますので、ご一緒にお召し上がりくださいませ。また左手にございます4つのパレット。右上からチーズ豆腐でございます。上から完熟梅のピューレかかっております。また右下がサーモンの軽いスモークでございます。中にはコンソメでレンズ豆を煮たものと、
セミドライトマトの香草和えが入っております。また左下が長崎県産アジアカエビのサラダでございます。こちら上からアメリカンソースがかかっております。また左上が自家製よもぎ餅とからすみの挟み揚げでございます。また上に乗ってあるお野菜が山菜のつるなでございます。はい、ではまずは乾杯酒ということで、一年熟成の梅酒大山ですね。いやー、すごい濃厚な梅酒で、キリッとした風味に梅の爽やかな酸味が広がっていきますね。で、これが3年熟成の夢響きですね。ちょっと度数が強いって言ってたんでね、少量ずつ。わー、すごい。さっきよりもさらに濃厚な味わいがしますね。まるでウイスキーのような上品な風味が広がっていく感じがします。やっぱりうまい、これ。夏野菜のワインテリーヌと、この白いやつがレモンのサワークリームか。いただきます。すごいこれ。周りがゼリー状のもので固められているんですけど、その中のお野菜がこうシャキシャキの食感で、そこにワインテリーヌってことでワインの風味と、このトマトですよね。バジルも入ってて、洋風な風味で仕立て上げられてて、でレモンのサワークリームは酸味はもちろん甘みもしっかり出ていて、いや、お野菜の旨味とシャキシャキ食感を引き立てるバジルトマトとレモンクリーム。これめっちゃうまいわ。いや、完全に和食が出てくるかと思ったんですけどね、この和洋融合な感じいいですね。いや、ちょっとウイスキーっぽいって言ったけどね、この梅酒が合いそう。梅酒との相性も抜群。先漬けめっちゃうまいやん。そしてこれがチーズ豆腐。おお、食感がすごいな、これ。確かに豆腐だな。これもうまい。いや、でもその名の通り、チーズと豆腐の融合ですね。あるようでないですよね。確かにこのチーズと豆腐を一緒に合わせたものってめっちゃ合うやん。ちょっとトロッとした食感がいい感じ。そしてこれがサーモンのスモーク。このスモークの効いたサーモン、間違いない味わいですね。で、レンズ豆とドライトマト、香草が中に入ってるんでね、すごいさっぱりとした味に仕立て上げられてる。そして次がよもぎ餅の挟み揚げって書いてますね。揚げ物のこうサクサクっとした食感ともちもちっとした食感がこう融合していい感じですね。よもぎの香りも漂ってきて、あとはからすみの味。いや、お野菜の天ぷらもうまいな。いやー、お酒が進め。こちらがアスパラのすり流しでございます。また上からからすみの香線が乗っておりまして、こちらの香線というのがからすみと卵の黄身をいったものですね。それ乗っております。こちらよく混ぜてお召し上がりください。それではこちらの一番左手からご説明いたします。こちらが田中65でございます。こちらがですね、福岡県の糸島市で作られたものとなっております。また真ん中にございます山水、こちらが地元の大松酒造さんで作られたものとなっております。また一番右手ですね、あずま市でございます。こちら佐賀県の嬉野で作られたお酒でございます。アスパラのすり流し。いやー、アスパラ本来の甘みがしっかり出てますね。で、からすみがこれも使われてて、いったものっていう風に言ってますよね。適度な塩味とスモークされたチーズのような香ばしさが感じられますね。アスパラの風味に。うまい。はい。では、日本酒飲み比べいっちゃいましょう。これが糸島のお酒ですね。いや、これはすっきり甘みが強めの飲みやすい日本酒ですね。いやー、うまい。それではこちらのお作りの説明させていただきます。本日お魚がマグロ、タイ、カンパチ、イカとなっております。また右下にございます寒天のものですね。こちらが福岡県の朝倉で採れました川竹といいまして淡水海苔となっております。こちら自体にお味はついておりませんので、お醤油につけてからお召し上がりくださいませ。またお醤油の方も日田の地元で作られたお醤油ですので、甘口のお醤油となっております。さあ、ではお作りいっちゃいますよ。まずはマグロ。
いやー、しっかり甘みがあってうまい。生臭さは全然ありません、このマグロ。で、次がタイですね。タイは比較的こう柔らかい食感で甘さが一気に溶けていく感じですね。ちなみにこのヒタで作られたって言ってた醤油は、別府とかにある醤油はかなり甘口なんですけどね。これも比較的甘口なんですけど、別府で出される醤油よりも若干辛みも少しするような感じですね。個人的な好きな味わいです。はい、で次はイカです。イカはちょっと弾力がありますけど、これもねっとりと口の中で甘みが広がっていく感じがいいですね。そしてカンパチ。カンパチ程よい弾力があってジューシーに旨みが広がっていく感じがたまんないですね。いや、お刺身も全部うまいですね。これ山あいにあるお宿なんですけど、品質管理がほんとちゃんとしてるんでしょうね。で、これが山水ヒタの煮干しです。これはさっきの田中65って書いてるやつよりも甘みが抑えめで、すっきりとキレのある感じの日本酒ですね。いやー、でもお作りと日本酒やっぱり最高すぎるわ。うまい。こちらがベーナス田楽と県産鮎のずんだ焼きでございます。ベーナスには玉味噌が使われておりまして、上の鮎にはずんだ味噌がついております。またこちらの鮎がつぼ抜きという方法で骨を取っておりまして、その取った骨を一回油でカラッと揚げたものが上に乗っております。このせんべいお召し上がりくださいませ。はい、それでは失礼いたします。このパリパリのやついただきます。いやー、食感最高。これと一緒に食べてもよかったかな。鮎いっちゃいます。うまいな。身がぎっしり詰まっていて、鮎のジューシーな旨味がたまんない。で、苦味もね、結構抑えられていて、ずんだの甘みで、うまい具合に苦味を消してるのかもしれませんね。ヒタはね、三熊川があるんで、鮎も美味しくいただける場所みたいなんですよね。さっきヒタで街歩きした時もちょっと触れたと思いますけど、そういうヒタらしいお料理をこうやって懐石で食べられるっていうのもいいですね。いやー、これはお魚なんでまた日本酒が進みます。これが嬉野のお酒ですね。これうまい。飲んだ瞬間は優しくしっとりとした感じなんですけどね、ほのかに酸味がしてね、料理と合いますね。これ一番好みかも。いやー、めちゃくちゃうまい嬉野の日本酒。これは焼き魚、川魚に日本酒も最高っすね。そしてこの大きなナスも。ナスもうまい。この表面に皮が香ばしく焼き上げられていて、ナスはちゃんと甘みがあってね、そこに田楽、味噌の香りもするんでね、上品なナスに仕立て上げられてます。こちらが穴子のいい蒸しでございます。上の穴子が醤油だしで炊いておりまして、下のおこはですね、ごぼう、人参、ひじきとなっております。また下のおこわはごぼうだしで炊いております。こちらが国産牛のオーブン焼きでございます。こちら具材の方がミックスビーンズ、ミニオクラ、マジックレッドでございます。また上から醤油ベースのあんかけがかかっておりますので、よく絡めてお召し上がりくださいませ。どれがメインなんだって言わんばかりの、まずは穴子の蒸し焼き。お米がめっちゃもちもちだこれ。これもうまいわ。広島で食べた穴子はね、結構かば焼きみたいな、うな重みたいなソースがかかっていたんですけど、ここは蒸し焼きでね、穴子本来の味をしっかりいただくことができて、で、この下のもち米みたいなもちもちっとした食感のご飯で、その中に人参とかひじきとかもまぶされて、すごい和の風味が漂ってきていて、これも贅沢ですね。では次は国産牛のオーブン焼きあんかけ。この国産牛をあんかけで食べるってあんま今まで記憶にないですよね。
この国産牛は柔らかく口の中に入れた瞬間、とろけていく品質高いですね。で、結構しっかり霜も振ってるんですけど、霜が振ってる割にはめっちゃさっぱりとした味わいで食べやすいですね。あんがかかっててすごい上品なお肉の風味になってますし、このウィングレット、もやしとかネギのようなさっぱりとした風味なんで、お肉が重たすぎずさっぱりと口の中に入っています。でこちら梅酒の飲み比べセットになります。こちら右からかぼす梅酒、こだわり軟膏、そして樽仕込みになっております。樽仕込みの夢響きってやつを飲んでみようと思います。ここで出される梅酒の中で一番高額で7つ星 in 九州の採用品にもなってます。なんだこれ。すごいな。濃厚なのは言うまでもないんですけど、なんかこう燻製のような香りがこの梅酒飲んだ瞬間に漂ってきますね。さっきの乾杯酒と同じようにウイスキーのような香り、ウイスキーがブレンドされてるみたいなんで、これはもう普段の梅酒とは全く違う風味が漂ってきて面白いですね。いや、梅酒も本当にこうやってこだわったらいろんな風味を楽しむことができるんですね。個人的にはやっぱ他のお宿でできない滞在ができるお宿っていうのが素敵なお宿だなっていうふうに思うんでね、ここはもう間違いなくそれに当てはまります。こちら、かつおだしでございます。こちらが熊本県産のハモ、そして右からですね、赤玉ねぎ、舞茸、豆腐、もみじ麩、紅芯大根、リーキ、水菜、クリルレタスでございます。こちらも湯葉でございます。こちらお野菜の方からお先に入れていただきまして、ハモの方はしゃぶしゃぶしていただきまして、身が縮んだら食べ頃でございます。こちら梅おにぎり茶漬けでございます。焼いたおにぎりの上に大葉、貝割れ、種なしの梅、そしてあられが乗っております。こちらのハモしゃぶから出たお出汁で、こちらおかけお召し上がりくださいませ。わかりました。よし、じゃあまずはお野菜を入れていきましょう。豆腐から舞茸も美味しい出汁が出ますからね。で玉ねぎと緑のお野菜も一気に湯葉まであります。失礼します。この後バーには行かれるご予定でしょうか？そうですね。何時頃に行かれる予定でしょうか？職場に行くんで9時半ぐらいに行こうと思ってるんですけど、大丈夫ですかね？承知いたしました。一緒に行きましょう。通りさんか失礼しました。また後で。そしていい感じで沸騰してきたんで、ハモをしゃぶしゃぶしちゃいます。これは絶対うまいじゃん。ちょっとしゃぶしゃぶしてこんな感じで白く膨らみましたね。うまい。このあっさりとした昆布だしかな。和食の旨味を引き出すこのあっさりだしにハモがねふっくらと膨らんで、めちゃくちゃしっかりと白身魚の淡白な味わいが広がっていくんですよね、口の中に。うまい。料亭とかでね、和食屋さんとかで出される高級魚であるんでね、このハモは締めでいただけるのが贅沢。穴子も食べてステーキも食べてね、肉々しい感じも味わいつつ、最後の締めはこうやってしゃぶしゃぶのあっさり出汁でね、スッとお腹に入っていく感じですね。さあ、そして3種飲み比べせっかく頼んだんで、これが南高梅のこだわり梅酒。これが ANA の国際線のラウンジとかでも提供されているやつですね。うまい。これもね、さっきのが深い味わいすぎたんですけど、これも十分普通の梅酒に比べたら濃厚な味わいですね。でも本当にバランスの取れた美味しい梅酒なんで、ああいうビジネスクラスのラウンジとかでも提供されるんでしょうね。うまい。さあ、それではこのしゃぶしゃぶの出汁でお茶漬けをいただきます。これも絶対うまい。いただきます。
梅が本当に甘みがしっかり出てて、うまいわ、これは。で、焼きおにぎりの香ばしさにこの大葉の風味がいいアクセントになっててね。いや、日本人なら好きであろう間違いのない味わいですね。これは落ち着くわ。そして、最後のもう一つの梅酒、これがかぼす梅酒ですね。おお、これも面白い新しい味わいだ。まあでも本当にその名の通りですね。梅酒の香りとかぼすの風味が合体して、まあやっぱかぼすがあるので酸味がよりしっかり効いたドリンクになってますね。いやー、飲みすぎ注意ですね。やめちゃうんですね。はい、やめちゃんでございます。こちらが桃のブランマンジュでございます。また上からですね、アングレーズソースがかかっておりまして、こちらのアングレーズソースというのは桃の柔らかいカスタードのようなソースがかかっております。また手前には生の桃がありますので、こちら皮を剥いてお召し上がりくださいませ。また左手にございますもなかですね、こちら真ん中に梅のジェラートを挟んでおります。こちらの梅のジェラートは下にあります水辺の里大山で販売しているジェラート屋さんですね。こちらで販売しております。はい、ではデザートは、このデザートのもなかの器も温太焼きですね。で、もなかいただきます。いやー、このサクサクもなかにシュワッとジェラートの食感が、これいいっすね。で、ジェラート、梅のジェラートっていうのはなかなか他で食べることができないんでね、これも甘みと酸味がしっかり出てて美味しいわ。そして桃のブランマンジェ。ちょっとこの杏仁豆腐のようなさっぱりとしながらも桃の濃厚な甘みもしっかり感じられる。これはうまいな、ブランマンジェも。丸ごと贅沢に桃も。いや、甘くてうまっ、この桃。いや、完全に和食じゃなくて若干洋風な要素も加えられているのもね、唯一無二感がいいですよね。そして近くの福岡のやめ茶です。いやー、うまい。しっかり渋みも出てますね、これは。いやー、以前もすごい満足度高かったんですけど、今回もめっちゃ料理美味しかったですね。やっぱこの九州の食材をたくさんいいところから集めてるっていうだけあって、食材の品質はめちゃくちゃ高かったですし、途中でも言った通りね、梅響きというだけあって、梅がいろんなお料理に散りばめられていたり、ここでしかいただけないようなお料理がたくさん出てきたんで、やっぱり2回目でも来てよかったわ。これはうまかった。そうです。前回飲んだつぶらなかぼすを使ったカクテルもめっちゃ美味しかったんですけどね。で、僕の動画見てね、それ頼みたいって言った人は結構いたみたいなんで、で、ただ残念ながら季節限定なんですよね。今回も夏限定カクテルでこんなものがあります。蝶の葉重ね、下にも季節限定でゆずスパスペシャルっていう風に書いてますね。で、バーにしかないドリンクメニューがこの梅酒カクテルですね。たくさんあります。さっきの夕食のドリンクメニューにはなかったやつですね。で、ちょっと小腹が空いていたら、このミックスナッツとか、ビーフジャーキー、ドライフルーツで、軽食で梅茶漬けもありますね。で、こっちにはデザートもありますね。梅パウンドケーク。この福岡の有名な人気ジェラートショップのそこと梅響のコラボ商品っていうことで、ちょっと気になりますね。この辺は。で、右手にはヒタハイポールもありますね。これ有名ですよ、ヒタでは。左手には梅酒がたくさん並んでいますね。このグラスも右下には温太焼きとか、ヒタハイボールでよく使われる有名なひたすぎを使ったカップもありますね。来ました。僕の番組っていうかチャンネルでおなじみの、これもつぶらなかぼす使うんですね。いいですね。前回に引き続き。はい。ノンアルコールの場合はつぶらなかぼすですね。アルコールの場合は柚子酒が使われるみたいです。これがジン。モヒートですね。これがモヒートか。はい。
ますので、これでございます。はい、それではいただきます。夏らしいこの青々としたカクテル、めちゃくちゃいい感じですね。このモヒートとつぶらなカボスの組み合わせがめっちゃ最高。すっきりしてますね。相当これ爽快感があるドリンクですね。食後に口直しとしてもすっきりさせるには最高ですし、風呂上がりとかに飲んでもめっちゃ良さそうですね。サウナに入っていただいて、確かにサウナの後に飲んでもよかったかもしれない。このすっきり感は。同じ系列の嬉野宿屋もめっちゃ良かったです。ありがとうございます。そのお茶に切り切った感じで、なんかね、お茶のシーンいろんなとこやったことないですよね。唯一のやつですね。本当になんか、どこもかしくも美肌の湯って言ってるんですけど、いや、それ本当なんですよ。もうなんか、何回も思うんですけど、やっぱ嬉野は本当でしたね。めちゃくちゃトロトロで、嬉野気に入る人多いですね。梅響にお越しいただいたお客さんも、宿屋の方にですね、行かれたりとか、宿屋のお客さんは梅響にお越しいただいたからですね。でもなんか安定してハード面のクオリティが高いし、でそこのローカルの色もちゃんと出てて、でやっぱそこでしかできない体験とか両方あるんで、いいですね。ヒタハイボールっていうのが、その焼酎を使ったハイボール。そうですね。日田の地元の焼酎を使って、日田の炭酸水ですね。ウイスキーを使うわけじゃない。ウイスキーを使ってですね。僕が飲むのがこの桃助。こちらが井上酒造さん。井上酒造です。ああ、聞いたことあるわ。いただきます。桃助に炭酸水も日田の炭酸水ですね。そして有名な日田杉を使ったこのハイボール用のタンブラーですね。すべてが日田で埋め尽くされてますね。香りがしっかりしながらもすごいすっきりと飲みやすいですね。この桃助ね。ここに書いてるんですね。女性にもおすすめっていう、すごい飲みやすい。お酒弱い人でもね、スッと飲めちゃいそうな日田ハイボールですね。お酒飲んでたらちょっと小腹が空いてきたんで、梅のパウンドケーキいただきます。甘すぎない。大人の味ですね。パウンドケーキでこうふんわりと甘みのあるケーキなんですけど、そこにね、程よくまた梅の酸味が効いてる感じだね。また甘すぎない。甘すぎず、毛利さんの言ってはね、大人の風味がしますね。全部俺の言葉。本当に聞いてなかった最初の方は。今度俺が言った。パクってないですからね。まあでも、大人の風味だけ結局でも同じところにたどり着く。まあね、だからお互いの食レポが間違ってないってことですね。聞いてなかったんですけどね。いやー、本当に夕食と同じく、このバーでもね、もうここでしか飲めないものがたくさんあるんで、それでいて、ここは結構こう、どちらかというと高級なお宿なんですけど、それでも値段的にも高すぎないんですよね。なんかリッツ・カールトンとかそう外資系のホテルに泊まったら目ん玉飛び出るぐらい高い額が提示されるんですけど、これは満足度高い。いやー、夜の温泉も最高に気持ちがいいわ。音聞いたらわかると思うんですけどね、渓谷の中にポツンと佇むお宿なんで、虫の鳴き声と川のせせらぎしか聞こえてきません。なんとも贅沢な空間。はい、おはようございます。朝です。いやー、起きた瞬間、この目の前に素晴らしい緑の渓谷の景色が広がるのは本当に最高だな。外に出て吸う空気が本当にマイナスイオンたっぷりで美味しすぎるわ。いつも街中で目を覚ます瞬間とはやっぱり全然違いますね。車の音とか騒音が全く聞こえない。聞こえますかね、この鳥の鳴き声と川のせせらぎ。本当に何度見ても素晴らしい景色です。はい、じゃあこの後は朝食、朝ごはんもどんなものがいただけるのか楽しみです。では温かいご飯とお味噌汁をお持ちいたしますね。はい、お飲み物お取りになってお待ちください。
はい、では朝食はこんな感じでお品書きが書かれていますけど、お盆にたくさんのお料理、おかずが乗せられて出てきました。真ん中には焼き魚、赤魚の粕漬けっていう風に書いてますね。で、上にはサラダやヨーグルト、フルーツ切りで、この辺には揚げ出し豆腐かな、温泉卵、そしてこれが特徴的ですね。梅入りイカシューマイ。売店とかにお土産で確か売られてたような気がしますね。そして右手に味噌汁、左手には釜炊きのご飯ですね。あとは卵。で、このこだわりの卵は右手にある卵かけ用の醤油をかけていただくことができます。これもオリジナルっぽいですね。梅響きの。そして朝はこんな感じで窓の向こうに見える素晴らしい響渓谷の景色を眺めながらご飯をいただきます。はい。で、ドリンクはこんな感じで廊下に並べられていて、日田天領水にオレンジジュース、で、これが柚子蜂蜜、熊本牧場牛乳、そして卵かけご飯として使ううちの卵っていう風に書いてますね。JR 九州グループが作る卵のようです。そして反対側には大山産のハーブティーが置かれていますね。この中にハーブがしっかり入ってます。あとは冷たい麦茶や昨日の夜も飲みましたけどやめ茶、そしてホットコーヒーですね。テイクアウト用のカップも置かれてます。はい、ではいただきます。まずはお目覚めドリンクとして熊本の牛乳をいただきます。やっぱうまい。この辺りの阿蘇九十のエリアの牛乳は。ではお魚いきます。これが赤魚の粕漬け。いやーうまい。ふっくらと焼き上げられていて、この粕漬けの上品な甘みがいい感じ。そしてこれですね、イカシューマイ。これはうまいわ。イカの風味に中がミンチ状にすられている身が入っていて、イカとシューマイの甘みに梅がほんのり酸味を演出していて、酸味が絶妙ですね。酸っぱすぎないっていうかね。結構ね、なんか身がぎっしりなんで食べ応えもありますね。うまい。はい。で、朝食食べて、朝食会場にはこんな場所があるんですよね。朝もやテラスという場所で、こんな感じで椅子、テーブルが並べられていて、こっち右手が朝食会場なんですけどね。ここからの景色もこんな感じで、素晴らしい梅響渓谷の景色が広がっています。で、季節によっては、お昼と夜の寒暖差が激しい時とかは朝もやが出現しやすいと思うんですけどね。その景色が幻想的に見えることから朝もやテラスという名前になってるんですね。せっかくなんで朝食後はここでゆっくりコーヒー、ハーブティーなどいただきたいですね。これあれですね、秋の時期に来れば紅葉がかなり綺麗に見られるみたいです。その時期にも来てみたいです。おお、虹が出てきた。すごい。いやー、まさかのね、天気がちょっとどんよりだなというふうに思ってたらね、こんな感じで虹を見ることができるっていうね。いやー、でもこの渓谷にかかる虹っていうのはね、なかなかレアな光景だと思うんで、来てよかったですね、今日。ね、雨が降られたらどんよりと嫌な気分になる人がいると思うんですけど、心が清らかであれば、この上がった瞬間に虹が現れるっていう風にね、なんか Mr.Children の絵空っていう歌詞にもありましたよ。どんなに辛い時でもね、皆さん前向きに歩いていったらいいことありますよ。そんなことも教えてくれるんですね。旅は自己投資ですね。自己投資ですね。虹男のモーリーがお届けしました。初めて聞きました。あー、これ想像以上にいいわ。このなんか音色の高さが絶妙にいいですね。ね、本当に頭寝かして目の前に響渓谷絶景見える感じが、素晴らしい。これはちょっと他にないお風呂じゃないですか。そうですね。ね、あんまり記憶ないですよね。はい、そしてチェックアウトして
ここのショップ梅酒造大山に来ました。ここも本当にすごくてですね、もう下手なその辺のお土産屋さん行くより、ここに来た方がもう大分の魅力が詰まってるんじゃないかっていうぐらい充実したラインナップですね。もうここでしか買えない梅に関わるお土産が本当に魅力的なんで、ちょっと紹介していきますね。で、これ目の前にあるのが看板商品と言えばいいのかな。この3年熟成の夢響きっていうやつですね。これ昨日の晩ご飯の時にも飲みましたね。3年熟成は最初の乾杯酒の時に出てきたやつですかね。で、この左手の3年熟成梅酒も日本酒3種飲み比べで飲んだやつですね。この ANA で採用されてるやつ。あれ、この2つの違いが何でしたっけ？こっちは大宿梅っていう梅を使った梅酒と、こちら南高梅っていう梅酒。はい。で、うちがこれ原酒。で、原酒ですね。なるほど。で、これもおすすめということで、さっきの3年のやつですね。あれがステンレスのやつで仕込んだやつなんですけど、こっちはさらに2年樽仕込みで作った合計5年間ですね、仕込んだ夢響という特別な梅酒ですね。これが人気ナンバーワンっていうふうに書かれてますけどね。2年連続最高金賞受賞って書いてて、7つ星でも採用されている特別な梅酒になってます。この風呂敷で包んでる感じもすごいですよね。で、これも人気みたいですね。さっきの3年熟成と5年7つ星のやつ、つまり原酒と樽のやつをブレンドした梅酒になってますね。これも、ね、プレミアムっていう風に書いてますけど、他では絶対に味わえない梅酒、これはお土産として買って帰りたい。本当にいろんな梅酒が販売されててね、こんな可愛らしいボトルもあります。バラの風味がするのかな。これは昨日飲み比べで飲んだカボス梅酒ですね。そしてこれが乾杯酒で昨日飲んだ1年熟成の梅酒ですね。日田は進撃の巨人で有名なんで、こんな進撃の巨人の特別ラベルのボトルまでありますね。7つ星に採用されているということで、 JR 九州のプレミアムボトルとかもあります。カボス梅酒もそうですけど、これは梅を使った甘酒ですね。梅が入った甘酒、そしてウェルカムドリンクでもあったビブラートもあります。もう本当に梅に関わるお土産がたくさんあります。お茶漬け、これは梅ゼリーかな。で、こっちの方にも、これ蜂蜜とか手前にはありますよね。柚子蜂蜜、柑橘ね、柚子も大分県はたくさん、この辺り日田周辺取れるんでね、やっぱ置かれてて。で、梅もこっち右手から左手にかけて、いろんな農家さんが作った梅が置かれてるんですかね。いや、梅だけでもこんなにたくさんの種類があるんだってびっくりしますよ。この辺りには湯布院の有名なお店のジャムとかも置かれてますね。そして動画の最初の方にも出てきてますけどね、温太焼きです。お食事の時にもこの温太焼きの食器が使われていましたけど、そして近くの別府では竹細工が盛んということで、竹細工もたくさん置かれてます。で、下には組子細工もあります。この辺りの調味料もたくさんですね。柚子胡椒や、下には、大分といえば椎茸ですからね。椎茸もこっちの左手までずらっと並んでます。この辺には鶏天せんべいとか大分県の一般的なお土産スナック類もたくさんありますね。この辺もいいですよね。梅響のコースターで、これですね。昨日の夜バーで飲んだ浸すぎのコップとかね、これも一つ買ってお土産として家で使うっていうのもいいんじゃないですか。本当にローカルのものを大切にしていて、地元の企業さんとコラボした商品とかがね、この辺にもたくさん並んでいるんですよね。梅の石鹸とかもありますね。ちなみに奥のバーカウンターでは梅酒の試飲をすることができるんですよね。なんでチェックインの時にここの売店に来て試飲を楽しむのがいいですね。車で来た場合はチェックアウトの日だとちょっと運転しなきゃいけないんで、そういう場合でもノンアルコールのドリンクの試飲もできます。ドリンクとかジェラートも買うことができるんで、フラッとお宿滞在以外で立ち寄ってお土産買うっていうのもありですね。甘酒は甘酒の中にこれも梅のピューレを入れてるんですよね。
シメ入り甘酒。はい。なかなか珍しいと思うんですよ。そうですね。はい。これいいっすね。なんか甘酒って結構こう、結構甘いじゃないですか。そうなんですよ。だからこの酸味がちょっと出るだけで、なんかこっちの方がすっきりと飲みやすい気がします。おっしゃる通りです。甘酒自体は体にすごくいいものなんですけど、夏場とかって結構ベタっとしたりとかっていう後味があるかと思うんですけど、梅のピューレが入っているので、後味がさっぱりして飲みやすいかと思います。はい。そっちの方がいい。普通の甘酒より。ありがとうございます。はい、そしてお宿をチェックアウトして近くに道の駅水辺の里大山というところがあって、ここでもたくさんの地域のお土産、大分のお土産が置かれていたり、そしてなんと奥には進撃の巨人のミュージアムもあります。なんで進撃の巨人ファンは絶対に立ち寄りたいスポットの一つですね。はい、やってきました。大山ダムですね。ここが進撃の巨人で、巨人がね、街に侵入してくるときにこのダムをぶち破ってくるようなシーンがあるみたいなんですけど、僕ちょっと見てないんですけど、それのモデルになったと言われているということで、結構周り見渡してもね、何でもないようなとこかと思ったら、観光客の方も歩いてて、外国の方とかもいるんですよね。さすが世界的に有名なアニメですね。まあでも普通に一観光スポットとしてもかなり見応えのある、迫力のあるダムですね。すごい勢いでこれ、水が噴き出してきているのがわかると思いますけどね。でもあそこの真ん中は水の流れが穏やかなのがなんかすごいですね。これだけ落差があるのに。水資源が豊かな日田ならではの景色と言ってもいいんじゃないですかね、この光景は。で、ちょっと上に登ってきたら、こんな銅像が立ってました。これもなんか有名なシーンみたいなんですけどね。ものすごい顔してますよ、この唖然とした顔が。この先がダムなんですけどね、ここからダムをぶち破って巨人が現れた時の表情なんじゃないですかね。ここが一つの写真スポットになってるみたいです。めちゃくちゃいいです。はい、日田市内に戻ってきてやってきました。ロテイというお店ですね。建物自体はすごい古き良き雰囲気が出てるんですけど、お店自体は結構新しいんじゃないのかな、多分。Google でもかなり評価が高いんで楽しみ。で、メニューが一番右手のやつが一般的なやつになるのかな。水郷カバセイロって書いてますね。特上とかもあります。おすすめの一品ってことで、なんか単品のメニューもありますね。鮎の塩焼きも。で、おすすめのコースっていうのがあるんで、これを注文してみようかな。上だったら6000円ぐらいなんで、まあ普通にさっきの単品っぽいやつより1000円上乗せぐらいなんでね、せっかくだから。で、もう一個、ちょっと品が増えた贅沢コースもありますね。8800円。一応こんな感じでお持ち帰りメニューもあるんで、近くのお宿泊まってテイクアウトとかも良さげです。ドリンクメニューで右上になんかオリジナルのノンアルコールカクテルとかもありますし、デザートも右下にあります。今回は車で来たので飲めませんが、うなぎだと日本酒も合いそうですね。地元のお酒が並んでます。もちろんビールもありますね。ワインも。で、コースの一品目、うなぎの骨せんべい出てきました。すごいサクサク食感だけど、こんなに薄いのにうなぎの風味がちゃんとするわ。めっちゃビール飲みたくなりますね。めちゃくちゃうまいですね。骨スタシですね。骨スタシ初めて聞いた。肉スタシじゃなくて骨スタシか。次にやってきたのがうざく。うなぎにきゅうりに酢をあえてるみたいなことを言ってました。うまい。きゅうりと、これは何が入ってるの？生姜とごまとなんか大葉みたいなやつが乗ってて、すごいさっぱりしてますね。うなぎも小切れではありますけどあっていいですね。メインのうな重の前にこういう口の中をさっぱりして食欲が出てきます。
い、で次は茶碗蒸し出てきました。トロトロで出汁が効いててうまい。めちゃトロトロや。これうまいですね。めっちゃうまいです。エビの出汁もしっかり出てる感じがいいですね。はい、これはエビスタシ出ちゃった何でもスタシーやね。何でもスタシー。骨スタシーの次はエビスタシーですね。はい、そして次に出てきたのが白焼きですね。岩塩でシンプルに味付けされただけっていう風に言ってたんで、それにお好みでレモンやわさびをかけていただきます。うわー、すごいなこれ。焼きたてですね。うまっ。これめちゃくちゃうまいですね。表面がもうパリッパリで焼き上げられてて、中がふわふわでも本当にもう塩焼きシンプルだけど、このうなぎの品質が高いからもうジューシーなうなぎをもうそのまま高品質なものが味わえるって感じで、最近食べたうなぎで一番うまいかもしれない。これはうまい。この白焼き絶対食べた方がいいと思います。うまいっすねこれ。ダントツでうまいですね。うまいっすよね。一番うまいです。ね。めっちゃ美味しかった。これカワスタシーです。カワスタシー。皮がうまい。骨スタシーからエビスタシーからのカワスタシーですよ。ありがとうございます。素晴らしいですねこれね。はい、確かにこの皮のサクっていうのからふわって入っていく感じがね、最高。感動しました。感動しましたよね。感動のうまさですね。これめっちゃうまいですよマジで。浜松で食ったうなぎよりこっちの方が全然うまいです。浜松超えました。大分県日田市。いやでも本当お世辞抜きでめっちゃうまいよこれ。はい、メイン出てきました。うわ、これはめちゃくちゃうまそう。カバセイロっていうここのお店オリジナルですね。このご飯だけをせいろ蒸しにして、その上に焼き上げたかば焼きを乗せてるっていう感じでね、確かにこのご飯の色がすごい色づいてますね。はい、そしてユーザンさんは特上なんで、あ、確かにこれうなぎが多いわ。ご飯見えてないもん。埋め尽くされてますね。いただきます。これはまたさっきの白焼きと違ってタレがしっかりと染み込んでるんでね、濃厚な味わいがしますね。ご飯がすごくないですか。ぎっしりとタレが染み込んでもちもちな感じなんですよ。でもさっきの白焼きの方が表面はしっかりこうカリッと焼き上げられてる感じですね。こっちは若干しっとりとした感じでも、やっぱうなぎはふっくらしててクオリティ高くてうまい。で個人的には白焼きの方がすごいなんか新しく食べた味わいというかね、感動は大きかったんで、絶対に白焼き食べることをおすすめしますね。いや、大分出身なのでね、日田にこんなに美味しいうなぎを食べられるところがあるとは知らなかった。はい、そしてデザートは自家製のわらび餅が出てきました。黒蜜かけていただきます。わらび餅めっちゃうまい。餅ときな粉のこの品質が高い。いや、これは満足度高いですね。6000円のコースで、うなぎって普通に頼んだらね 3,4,000円ぐらいするから、かなりお得感もあるし品質も間違いないから、でこっちには綺麗なリバービューも望みながら食べることできるんで、予約もできるみたいなんでね、はい、ぜひ日田で上質なうなぎ体験したい方は来てみてください。おすすめです。はい、そして日田市を離れて隣町といっても県をまたいで福岡県の浮羽市にこれから行きます。ここ浮羽はフルーツがたくさん取れるフルーツ王国として有名で、近年はおしゃれなカフェやレストランもたくさんできていて注目を集めているんですよね。今回初めて行ってみます。ちなみに今回日田と浮羽を旅行しているんですけど、九州の中でも穴場の観光地としてこちらの行かない旅という YouTube でも僕が出演して日田と浮羽の魅力をお話しする予定なんで、ぜひこっちのチャンネルで僕が登場するのも楽しみに待っていてください。動画が出た瞬間概要欄にリンクも貼っておきますね。はい、到着しました。ソルベッチドゥ浮羽っていう風に読むのかな。ここでフルーツを使った美味しいスイーツがいただけると思います。で、目の前にこんな感じで、これがフルーツ畑だと思うんですよね。ぶどうか何かかな。右手に見えている、あれなんて読むんだろうな。春光園って読むのかな。春に光に園って書いて。あそこはフルーツ狩りをそれこそ体験できる施設になってて、結構人がここから見るとたくさんいますね。夏でもフルーツ狩りを楽しみに来てる人が。
ジェラート屋さんになるんですね、ここは。全部浮葉さんって書いてる。お茶も何もかも。青じそ、あんず、くるみレーズン、桃ソルベ。やっぱこれだ。桃ソルベ。黄金糖。確かに珍しい。オリーブ塩ミルクいいな。浮葉さんの最高品質オリーブオイルで作ったって書いてる。ジェラートメニュー、すごい。トリプルもあるんだ。3種類。ダブルとキッズと、コーンかカップで選べるって感じですね。すげえ、バルクでお持ち帰りとかもできるんだ。だからこの地元の食材というかね、フルーツがしっかり使われてるっていう、生産者さんの名前まで書かれていますからね、こだわりのジェラートですよ。で、フルーツはやっぱり季節によって変わるんで、メニューはね、こんな感じで変わるんだと思います。店内にはこんな感じで浮葉のスイーツいただけるおすすめカフェがまとめられたチラシがありました。ぜひ参考にしてください。さすがに1回じゃ全部行ききれないんでね、どこも特色があって良さそうですよ。はい、そしてジェラート注文したのは黄金糖と青じそって珍しいんでね、注文してみました。で、奥に見えてる白いやつが塩オリーブオイルですね。黄金糖ジェラート、甘っ、うまっ。いや、これは食感もね、ジェラートらしいちょっとシャリッとしたアイス、それでありながら濃厚さも感じられるんですけど、想像以上にしっかり桃の甘みが出ててめっちゃうまい。いいっすね。そして次は塩オリーブオイルですね。これは新食感ですね。今までに食べたことがないアイスの風味で、塩アイスっていうのはね、結構こう甘みと塩味がいい感じにハーモニーを奏でて美味しいっていうのは知ってたんですけど、そこにオリーブがほんのりと香ってくるっていうこの上質な味わいがね、贅沢なジェラートっていう感じですね。青じそです。うわ、アイスと青じそってもうそんな合うのって思うかもしれないですけどね、これうまいっすね。いや、確かにね、これだけねたくさん食べるとこう甘いだけだったら多分すぐに飽きちゃうと思うんですけどね、このオリーブオイルと塩の味わいであったり、これしそもねちょっとこう甘みを抑えてくれる違うフレーバーとしてアクセントになる風味なんで、3種類頼んでもこれグイグイいけちゃいますね。さっき梅響ではね、日本酒飲み比べセット、梅酒飲み比べセット出たんでね、アイスの食べ比べセット、これと食べ比べなんですけどね、3種ちゃんとあるんでね、なんかそのこれぐらいの量ずつ10種類ね、10種類少量セットみたいなの欲しいですね。わがままですね。でもやっぱ本当にフルーツの素材が浮葉は素晴らしいから、ジェラートもこんなに美味しくできるんですね。素材の宝庫ですね、この辺浮葉。はい、で道の駅があったんで立ち寄ってみました。その名の通りですね、道の駅浮葉、土地の名前そのまま。なんかすごいですね、この景色がめちゃくちゃいい感じで、わあ、こんな感じで盆地になってますね。周り雄大な九州らしい山々に囲まれたエリアっていうのがよくわかる光景です。ちょっと高台になるんですね、ここのサービスエリア。この雄大な緑の景色を眺めながらゆっくりできそうなテラスのスペースもあります。真夏なんでちょっと外には誰もいないですけどね。で、残念ながらね、道の駅の中は撮影禁止だったんですけど、本当にね、たくさんの全て浮葉で作られたフルーツとかね、いろんな食材、お土産類が置かれていて、ここはおすすめですね。こんなものを買っちゃいました。浮葉産のピオーネの甘酒。梅響でも甘酒いただきましたけど、あの時は梅ですね。で、フルーツサンドもうまそうですね。全部浮葉さんです。皆さん知ってましたか？浮葉市。もうこのフルーツ王国ですよ、福岡の。最近穴場スポットとしてね、市内からも日帰りで行けるし、こうやって日田旅行でも隣町なんでね、すぐに来ることができちゃいます。おすすめですよ。あ、これ中になんかあんが入ってました。生クリームとあん。みかんの果肉がジューシーすぎて飛んじゃいました、ちょっと。
なんか知らなかったけど、本当に想像以上にこう、おしゃれなカフェとかレストランがいっぱいあって、なんか福岡で結構腕のある料理人さんとかも、ちょっとこう、田舎の方でゆっくりしたいな、みたいなこう、思いがある人が、この浮葉に引っ越してきて、いい店をたくさんオープンさせてるみたいですね。第2の糸島を目指したみたいな話を聞いたことが、はい、ありますね。だからやっぱ、今日モーリーさん泊まってるんですけど、フェアフィールドバイマリオット外資系のホテルができるぐらいなんで、結構期待されてるんだと思いますね。うん。まあ、今回、本当にちょっとしかこうやって来てないですけど、また来てみたいですね、ゆっくり。大人の穴場旅行先っすね。間違いないですね。まあ、今度はもうちょっと涼しい時期にフルーツ狩りで来たいですね。で、これが甘酒。ああ、これも面白い味。まあでも、本当その名の通りですね。美味しい甘い甘酒にブドウの風味が。若干フルーツだからやっぱ酸味がする感じがいいですね。いやーでも落ち着きますね。まあ糸島は糸島でこう海の景色はいいんですけど、やっぱ山あいの景色っていうのもね、素晴らしい景色なんで。ブドウの種というところに到着しました。これ、こんな感じで見渡す限り結構フルーツ畑かな、広がっていますね、周りに。なんで農園とかを持ってるカフェなのかな、もしかしたら。まあ、カフェとか和菓子屋さんとか陶器のお店とかコーヒー屋さんが集結してる感じですね。めっちゃいい感じの雰囲気ですね。ちょっとこの下は水が流れてて、目の前には緑の景色が広がってますね。で、ここはカフェ坂の下というカフェですね。多分ランチとかもいただくことができるし、まあ普通にフルーツパフェとかもいただくことができるお店になってると思います。結構お庭とかも整えられていて素敵ですね、外観も。この夏の稲の香りもいいっすね。田舎に来たっていう感じ。なんか国道からこっち側の山側に入ったら一気に緑いっぱいの景色が広がって、ここなんかゆっくり歩くだけでもすごい非日常感があっていいっすね。目の前も、これ多分桃ですね。桃の木があります。なんかこの辺の雰囲気もいいね。古き良き家屋がいくつか建ってて、田中農園もあるんですね。あそこで販売されてます。あとはギャラリーとかカフェとか、今回は一番下の自家焙煎のコーヒーを飲みに行こうと思ってます。すごい。こんなところに直売があるんですね。すももが。こんなに大きな実でたくさん入ってて500円ってなかなかいいんじゃないですかね。こっち、何も入ってない。人気だからこれ売り切れちゃってますね、全部。なんか地元のローカルな人がこういうとこって買うイメージありますけど、観光客の人もたくさん買ってそうですね。奥にあるのがあれがカフェになるのかな。でもやっぱここ、いいですね、景色が浮葉。これ、左手向いてみるとこんな感じで、見渡す限り奥の方に雄大な山がそびえ立つ感じ。すげえ。右上見ると、着物田中屋って書いてますね。着物屋さんもこんなところにあるんだ。そして、この建物がコーヒー屋さんですね。ベルコバコーヒー。僕はもうコーヒー大好きなんで、世界中から集めた高品質なコーヒーを新鮮なうちにって書かれてますね。これは期待できる。メニューはこんな感じで、右手がロールケーキ、プリン、あとはチョコレートパウンドケーキのセットとかがあって、左手から豆の種類とかアイスコーヒー選ぶことができますね。はい。で、コーヒーはケニアのものを頼んでみました。そして、プリンもなんかこれ、すごいですね。見た目がプルップルでうまそう。じゃあ、いただきます。すごい苦味があんまりなくて、すっきりとした感じですね。オレンジとか、チョコレートっぽい風味もする感じ。カカオっぽい。そしてプリンです。カラメルの苦味がいい感じ。すごい上品な苦味が広がってきますね。めちゃくちゃ綺麗にこれ生クリーム盛り付けされてるね。滑らかなプリンと、ここは浮葉のおすすめスポットですね、間違いなく。そしてここにはすごい和菓子屋さんがありますね。和菓子屋と、あとは陶器のお店が右手にある。両方ともめっちゃ雰囲気いいな、これ。そういうものなんですけど、場所によってはもう、はい、もともとあった建物を
描いたものもありますし、一から作った。うわあ、すごい高台に上がってきたから、これ右手に絶景が見えてるわ。で、こっち側に神社がありますね。まっすぐ進んでいくと、お、鳥居がこれ右手に見えてきましたね。いやー、これはまた素敵な雰囲気がこんな感じで目の前に広がっていますね。たくさんの鳥居が下からも連なっているのが見えたんでね、ここ以外にも多分まだ鳥居が連なっているエリアはあると思うんですけど、かなり高台のエリアになるんで、鳥居の先にまた盆地の街並みが見えるっていうね、他で見たことがない素晴らしい景色が広がっていますね。山口旅行に行った時にも海沿いに鳥居があったみたいなのは見たことがあるんですけど、この山の高い位置から山の素晴らしい景色を望むことができるっていうのはね、今まで見たことがない気がします。いや、こんなスポットもあったんだな、浮羽には。鳥居の下に降りてきたら、こっち右手見ると開運の神っていう風に書いてますね。で、ここは一番右手の伏見稲荷大社と同じく商売繁盛や五穀豊穣、交通安全を祈る場所になっているということですね。めちゃくちゃ大事ですね。 YouTube の繁盛もここで願いたいところです。いやー、この鳥居をくぐりながら絶景を望めるっていうのは本当に歩いていて気持ちがいいですね。日田もそうだけど、この浮羽もまだあまり全国的には知られてない穴場スポットということでね、夕方の時間なんでそんなに観光客が増える時間ではないですけど、全然人混みがないっていうのもいいわ。うわ、これすごいな。こんな景色見たことないぞ。さっき言ったようにね、海沿いじゃなくてこうやって盆地の街並み、そして山に向かって鳥居がずらーっと下に抜けていく感じ。初めての体験だ。で、奥の方にはこれ道路がまっすぐに続いているのも見えてますね。この緑に囲まれて神聖な空気が流れているのもいいですね。